ご視聴ありがとうございます。今回は JR 東日本の歴史でも指折りの大工事のご紹介です。今週末に迫る工事の内容と線路切り替え工事を目前に控えた駅の様子をご紹介します。大工事の前から進められていた下準備にも注目です。その舞台が JR 山手線や湘南新宿ラインなどが乗り入れる渋谷駅です。山手線の外回り列車で渋谷駅に向かいます。駅の手前から線路の間に設けられている柵は、今回の工事で重要な役割を果たすものです。渋谷駅の周りでは再開発が進んでおり、日々変わりゆく街の様子を眺めることができます。この街の変化もまた、今回の工事の背景の一つなのです。山手線の渋谷駅は、2面2線の駅構造です。もともとは線路の間にホームがあるのみでしたが、外回り線の横にホームを増設し、今の構造になったのです。ところどころに仮囲いがあり、工事がすぐそこに迫っていることが伺えます。外回り列車を降りてすぐの場所にも仮囲いがあります。ただし、今回の工事の主役は外回りではなく、隣の内回り。階段を降りて内回りのホームに向かいます。この階段や下の改札にも工事の気配が漂う場所がありますが、実はこの辺りは今回の工事とほぼ関係ない珍しい場所なのです。階段を上がった場所にあるホームは足元も仮設の仕上げになっています。すぐ横には昨年移設された埼京線などが乗り入れるホームがあります。山手線内回りのホームとその横にある2本の線路は明らかに本節ではなさそうに見えます。今横に見える白い鉄骨は東京メトロ銀座線の高架を支える鉄骨、その奥にはホーム同士をつなぐ連絡通路を支える支柱があります。ただ、これらの支柱がある場所よりも、その先の方が2本の線路の間隔は開いています。そして、線路の間にある重機。もう少し先へ行くと、内回り線のさらに横に橋桁が準備されています。そう。この橋桁こそが、この駅で間もなく行われる大工事の舞台なのです。この工事は山手線内回りの線路を移設するために行われます。移設に伴い、ホーム自体の幅もおおむね4メートルほど拡幅されます。ただし、そこはまだ工事中の渋谷駅。ホームが拡幅される一方、仮囲いの設置スペースも広がるため、拡幅されたホームが丸ごと使えるわけではないのです。この工事が行われるのは、来る10月23日と翌24日、線路の移設という大工事だけに、足掛け2日にわたって行われます。接続する路線の駅や車内をはじめ、多くの場所にポスターが掲示されており、エスカレーターの間にポスターが貼られている駅もあります。トレインビジョンにも定期的に CM が流され、JR も告知に力を入れているようです。ここで重要なのは、山手線内回りの一部区間が、工事期間中、丸ごと2日にわたって運休となるところです。一部区間とはいえ、山手線が工事のためにこれほど長い間運休になるのは、JR 東日本発足後、初めてなのです。一方、2019年11月の高輪ゲートウェイ駅開業に先立つ工事で運休になったのは、始発から16時頃までの12時間ほど。工事の内容も異なり、京浜東北線は一部区間が丸1日運休になりましたが、今回の工事の規模がどれだけ大きいかがわかります。これだけの大工事ですから、運休となる池袋から大崎までの内回り線以外にも、運転変更が発生します。直接関係ない外回りも、大崎から池袋の間で運転間隔が開き、4分から7分間隔となります。それ以外の区間では3分から4分間隔となっているため、一部の列車がこの両駅で折り返し、内回り列車として運用されるようです。並行する埼京線では、関係する区間の輸送を支えるための増発が行われ、相鉄線直通列車は運転区間が延長、京浜東北線では快速運転が取りやめとなります。都心の大動脈だけあって、山手線の工事は路線の反対側にも影響を及ぼすのです。また、並行路線がなくネックになりやすい品川と大崎の間では、並行する山手貨物線を利用した臨時列車が計画されています。ただし、廃線の都合上、この列車は大崎駅には止まりません。この経路を走る定期旅客列車は成田エクスプレスだけなので、貴重な列車になりそうです。そして注目すべきは、線路が移設される先の空間。山手線内回りの線路は、埼京線の線路との間の空間に移設されます。今見えている埼京線のホームも、2020年5月にこの場所に移設されたものです。
その移設工事は、いわば今回の工事の前段階。もともと埼京線のホームは、現在よりも350メートルほど南側にありました。1996年3月の山手貨物線の旅客線化に伴い、埼京線渋谷駅が設置されることになりましたが、当時の山手線のホームのあたりには、地下線になる前の東急東横線の駅があり、ホームを山手線と並べることができなかったのです。かつて埼京線のホームがあったのは、元は山手貨物線の貨物駅があった場所です。冒頭の映像にも見えていたホーム、ほとんどが使用されていませんが、改札口が残っている関係上、一部は今も通路として利用されています。このホームが山手線からかなり離れているため、20年余りにわたって乗り換えが不便な状態が続いていました。この長い通路、覚えている方も多いのではないでしょうか。その後、2008年に東急東横線が地下に切り替えられたため、空いた土地の一部を JR の駅改良に利用できることになり、埼京線のホームを山手線の隣に移すことができたのです。もともと山手線のすぐ横にあった埼京線の下り線は、ホームの移設に伴って東側に移され、山手線の線路との間に空間ができていました。埼京線のホームが狭くなっているのがもったいない感じですが、それは将来の工事の布石だったのです。列車の運休を伴う工事が注目されていますが、それに先立つ別の工事も、着々と進められています。ここからは、それらの工事を見ていきましょう。拡幅される部分の屋根はすでに準備されており、架線は金具を動かすだけで切り替えられる段階です。これらの準備をもしのぐのが、改札の移設工事です。現在ある南改札と旧中央改札の移設工事が10月10日の始発までに順次行われています。南改札は駅の東寄りに移され、西口への動線は遠回りになりました。山手線のホームを降りて正面にあった改札跡は塞がれています。動線が広くなった場所と狭くなった場所が入り組んでおり、工事の過渡期を思わせる状況です。ちなみに、南改札の横からは、埼京線ホームを下から眺めることもできます。この光景は、まさしく工事中ならではのものと言えそうです。南改札の周辺もなかなかカオスですが、中央改札も負けていません。中央改札は、山手線ホームのほぼ中央にあった、京王井の頭線や東京メトロ銀座線に一番便利な改札です。あちこちに仮囲いがありますが、南改札と違ってホーム階の上にあるだけに、閉塞感は薄めです。改札を出て左が井の頭線、右が銀座線。どちらもわかりやすいので、普段は混雑する改札です。そしてこの改札の移動先にある中央東改札は、2020年1月に供用が始まった改札です。ホーム移設後の銀座線や、駅の東側にオープンしたビルに最も近い改札で、中央改札のすぐ東側にありますが、途中には段差があるなど、少々使いづらい部分がネックでした。メインはあくまで中央改札なので、改札機の台数も少なめです。また、中央改札が4時半から営業していたのに対し、こちらは6時半からの営業でした。早朝は埼京線ホームに列車が発着しないこともありますが、都会の真ん中とは思えないほど人がいません。6時半になっても、しばらくは人が少ない状態が続きます。早朝とはいえ、やはりメインの動線ではなかったことが伺えます。改札上の発車案内表示器も稼働していなかった中央東改札は、どうなったのでしょうか。中央改札は今回の移設によって元の中央東改札と統合され、中央東改札の名称は廃止されました。移設直後の中央改札は完全に塞がれ、井の頭線と銀座線を結ぶ通路の一部となっています。人が交錯しない分歩きやすくなったようですが、動線が伸び、ここから先の通路が入り組んでいることもあり、便利になったとはまだ言えなさそうです。一方の旧中央東改札、現在の中央改札は、新しい改札機の供用が始まりました。向かって奥の改札機を抜ければ、井の頭線のホームに近道が可能です。移設に伴って、営業時間は4時半からに早まり、発車案内表示器の使用も始まっています。ちなみに、駅の北側の八甲改札は、今回の工事前に移設などは行われませんでしたが、西側に直接出られる場所の改札機が IC 専用となるなど、細かな変化が見られます。このまま、山手線ホームの南側に回り込んでみましょう。線路がまたいでいる大通りの上でも、工事の下準備が整えられていました。この場所は、地表面に国道、その上に線路、さらにその上に高速道路という、
3層構造になっています。現時点では、工事期間中に道路が通行止めになる予定はありません。このような環境の中で線路を切り替えることと、埼京線や山手線外回りを止めずに工事をすることで、作業スペースが狭くなり、それが丸2日にわたって運休することになった理由の一つのようです。余談ですが、この高架橋の東側には、かつて埼京線が走っていた高架橋がまだ残っています。埼京線のホーム移設に伴って、線路自体が持ち上げられる前のものです。そしてこの工事の先にあるのが、渋谷駅大改良の仕上げとも言える、山手線外回りの移設工事です。線路をさらに外側、ホームの端のあたりに移動し、空いたスペースで内回りのホームを拡張、島式ホームとして運用する計画です。増加する乗客を裁くため、昭和期に増設されたホームは、再び一つのホームに戻される予定です。外回りの移設時期は未定ですが、工事の準備はすでに進んでいます。先ほど見た仮囲いだけでなく、かつて線路の向かい側にあった広告板の類も、すでに取り外されています。目隠しで取り付けられていた部材も、ほとんどなくなっています。内回りホームに幾分残っている古いタイルも、間もなく姿を消すかもしれません。また、外回りホームから直接中央改札につながっていたエレベーターは、改札の移設前に廃止されています。遠回りする必要があるのでバリアフリーの観点からは好ましくないですが、渋谷駅がさらに便利になるためのステップと捉えましょう。他にも、先ほど映っていた終端部の看板類は、実はつい先日、仮設のものに交換されています。目立たないところで着々と変化する渋谷駅、その節目とも言える内回りの線路移設工事の模様は、また別の動画でご紹介する予定です。ご視聴ありがとうございました。